こんにちはったらこんにちは。出雲です。今週はマイコンとブレッドボードをつないで、ちょっとした工作をやっていきます。ブレッドボードや電子部品など、マイコン以外の道具も使っていきます。よかったら、Amazon とかで購入して実際にやってみてください。自分でやった方が全然楽しいと思います。では、資料で説明していきましょう。はい。ではですね、主婦に教えるマイコンプログラミング10限目、電子工作の基本、Arduino とブレッドボードという話をしていきます。よいしょ。で、ブレッドボード上に回路を構成してマイコンとつなぐという話です。で、今回の目標は、スイッチを押すと、ブレッドボード上の LED がチカチカ光るというのをやってみたいと思います。で、電子工作の基本としてですね、よいしょ。基本は、センシングして、で、マイコンで処理して、外のものを何かをアクションするというふうな動きになります。で、マイコンはですね、そのセンサーとアクションの間の、部分を仲立ちするという働きをします。で、実際に回路的にはですね、ブレッドボード上のグラウンドとマイコンのグラウンドをつなぐと。これ、地味なんですけど、すごく大事なことなので忘れないようにします。で、ですね、D3 ピンに、つないだ、LED を、D2 ピンにつないだ、スイッチで、操作するというふうなことを目指します。スイッチがセンサーで、LED がアクションになります。はい。ではですね、回路図と、マイコンの役割について、ちょっと詳しく説明していきます。でですね、先ほどと同じように回路図は大まかこんな感じなんですけど、ですね、まず2番ピン、ここですね。ここを、入力に設定します。で、ですね、このピンをプルアップといって、中に抵抗がついてて、その抵抗で上に引っ張り上げるっていう設定をします。で、そうするとですね、このスイッチを押してないときは、この D2 ピンはハイになると。で、スイッチを押すと D2 ピンがローになるという風な電気的な動きになります。で、3番ピンですね。D3 ピンを出力に設定して、そこにLED をつなぎます。これですね、LED。で、制限抵抗の 1kΩ をつけて、明るさを調整します。ある程度の出力って 5V かかりますんで、そのまま LED にかけると、ひょっとすると壊れるかもしれないので、そこは、制限抵抗をつけます。で、スイッチを押すと、D2 ピンがローになりますので、それを、周期的にループの中で2番ピンの様子を見ていて、で、ローになったら LED をチカチカさせるというふうなことを目指します。でですね、今回はこれを使います。Amazon とかで電子部品キットとかって検索すると、なんかこんなの出てくると思います。いろいろ入ってですね、これだと2000円とかですね。で、実際にはですね、今回はブレッドボードと抵抗 1K ぐらいと、LED とスイッチがあればいいので、他のセットでもいいし、なんかのですね、他に手持ちに持ってるという方がいらっしゃいましたら、それでも全然いいと思います。で、今回使う部品の説明をしていきます。で、まず抵抗ですね。回路図上のシンボルこれです。で、ここにですね、うっすら 1K って書いてありますね。1000オームっていう意味です。で、使うのはもちろん1個だけです。これ、テープから取り外して使ってください。で、抵抗にはですね、曲線はないので、向きは気にしなくてもいいです。で、次は LED ですね。おなじみのやつ。で、シンボルはこれです。こっちから電流が流れてきて、こっち向けに流れます。で、向きがあって、足の短い方ですね。こっちを、今回はグラウンド方向につなぎます。で、こっちの足の長い方がプラスで、上向きにつなぎます。こっちが上ですね。これは足の長い方、短い方です。で、次がですね、スイッチです。で、このボタンはですね、押すと、このピン間の、導通がオンになります。
こっち側はですね、常に、ショートしちゃってるので、こっち向きですね。向きがあるので、気をつけてください。このボタンを押すと、この間の、導通がオンになります。で、あとですね、ジャンパーワイヤー、配線をするのにつなぎます。こういう風な、この字型の配線と、ワイヤー型の配線が2種類あって、適宜使い分けていきます。使う部品は以上になります。ではですね、ブレッドボード上の配線の様子を見ていただきます。で、まずはですね、グラウンド線をつなぎます。グラウンドはですね、最初にやるのがいいですね。で、次にですね、スイッチを置いていきます。ちょっとね、スイッチ足短いので、ぐいぐい押し込んでいきます。で、2番ピンとスイッチの片方をつなぎます。で、短いジャンパーですね。グラウンドとつなぎました。で、あと LED ですね。を挿します。短い方がグラウンドです。制限抵抗をつなぎます。で、あと3番ピンと、抵抗の間をつなぎます。配線はこんだけになります。すごく簡単ですね。はい、ですね、組み立ての様子見ていただきましたが、実際出来上がりはこれになります。こんな感じですね。全体こうですね。で、よいしょ。で、ブレッドボード側を細かく見ると、まず、最初につないだ黒い配線ですね。これがグラウンドになります。で、大きく分けると2つに分かれていて、こっち側がスイッチ、こっち側が LED 側になります。で、ですね、Arduino 側からの、2番ピンですね。配線がここに来てて、で、スイッチを介して、で、足の向きこっちなので、向きを気をつけてください。で、足の間がボタンオンすると、つながるので、で、その後ですね、グラウンド。この配線を介してグラウンドにつながります。この青いラインがですね、グラウンドラインですね。はい。ワンピースとは何の関係もありません。で、こっち側が LED ですね。で、3番ピンから来た配線がここにつながります。で、抵抗ですね。制限抵抗 1kg を通って、LED を通って、こっちもグラウンドラインにつながっています。よいしょ。でですね、さっきの配線が、緑色が2番ピンにつながってて、青色が3番ピンにつながっています。で、グラウンドはここですね。ここにつなげてください。ブレッドボード上のグラウンドと接続します。で、ブレッドボードの使い方とか、部品の説明とかですね、前の動画でも解説しているので、よかったらこっちも合わせてみてください。これ、概要欄にですね、アドレス載っけておきます。はい。ではですね、プログラムについての説明になります。で、いつものようにですね、LED ブリンクピンっていう関数、ちょっと改造しました。ピンが名前ついてですね、引数にピン番号が入ってます。で、これはですね、ここで指定したピン番号を、このオンタイムの時間、オフタイムの時間、操作すると。当然ですね、オンタイムの時間光って、オフタイムの時間、LED が消えるという風な、関数になります。で、いつものようにですね、ライトピンで、このピンで指示されたピンをハイにして、で、オンタイム時間待って、で、デジタルライトでですね、指定されたピンをローにして、で、オフタイム時間待つというふうな関数になります。で、あとはですね、また例によってピンモードで、今度は2番ですね、2番ピンを使いますので、ピンモードを2番をインプットにします。今までみんなアウトプットにしてきましたけど、初めてインプットにして、このプルアップっていうオプションをつけます。インプットアンダースコアプルアップ。で、さっき説明した、よいしょ。
この、プルアップ抵抗が、つなげられるということになります。多分ですね、50K ぐらいかなの抵抗が、オンになります。で、ですね、メインループの中で、ボタンステートっていうのをですね、ここで宣言してそのまま使っています。これただのね、変数です。で、この、変数の中に、デジタルリード、今回これ初めて出てくる関数かな。っていうので、2番ピンの状態を読み取って、ここに値を入れます。で、この関数はですね、ここに書いてあるんですけど、ここに指示したピン番号の状態を見て、そのピンがもしもハイだったら1を返します。で、そのピンがローですね。ローだったら0を返します。というわけなので、今回ですね、ボタンを押すと、2番ピンがローになりますので、ボタンステートがもしもローだったならば、LED ブリンクピン、さっきの関数ですね、を実行すると。で、それをやるたんびに、200ミリセックお休みをするという風なプログラムになっています。はい、先ほどのプログラムを書き込んで、動きを見ていきます。これ実際にも書き込んであります。で、ボタンを押すと LED がチカチカ点灯します。で、指を離すと止まります。もう一遍押すと光ります。これがですね、イベントアクションっていう動きになりますね。これが基本でいろいろ応用できそうな感じです。はい、動いてる様子を見ていただきましたけれども、今週の課題になります。ボタンを押すと、ブレッドボード側で、ボタンから指を外すと Arduino 側の LED が点滅するようにしてください。ちょっとした追加ですね。で、Arduino 上の LED は13番ピンにつながっています。今まで散々 L 字やったので、ひょっとしたら覚えてるかもしれません。で、今までやってきたようにですね、ピンモードの13をアウトプットっていうのを追加して、13番ピンを出力に指定します。あとはですね、if 文でボタンが押されているときとそうじゃないときとで、点滅するピンを切り替えてください。例によってですね、ブログの方に、回答例が書いてあるので、わかんなかったら参考としてください。はい。というわけでですね、今回は Arduino とブレッドボードをつないだプログラミングをやってみました。ちょっと電子工作っぽくなってきましたね。センサーで検出して、マイコンで計算して何かを動かすっていうのが、大抵の電子工作の基本かなと思います。今日はその第一歩でした。さて、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画ですね、勉強になったなと思われましたら、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると僕は大変嬉しいです。次回はですね、ちょっと工作やる予定です。ではまた次回よろしくお願いします。